放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第44話、氷竜の名役と魔女の旅立ち。ユーマは遠くの空を見るように目を細めた。ガルスルグ、安心するな。竜の声はどこか慈しみを帯びながらも、氷場のような厳しさをはらんでいた。我が守るのは、汝らが石を手放さぬ限りだ。怠れば、氷の眠りはすぐにでも解ける。ユーマは深く頭を下げ、その言葉を胸に刻み込んだ。戒めそして、約束として、今日、かの力は1割も溶かしておらぬ。嵐を呼び、谷を削るなど造作もない。だがそれをせぬのは、汝らが名を歩むに至ると見たゆえだ。ユーマは息を詰まらせた。戦いの最中、あの息吹が本気だったら、俺たちは、跡形もなく消えていた。その一言で、全てが腑に落ちた。そう、あくまでも手加減をしていたのだ。玉が雪峰を背に翻る。大くく広げた翼が風を裂き、雪霧を谷へと押し流す。青い銀の鱗が陽光を浴び、万の表情が同時にひらめいたかのようにまばゆくきらめいた。いい長い息を飲んだ。あれで、本気じゃなかったのにゃ。ユーマが小さくつぶやく。動きも気配も明らかに抑えてた。本気を出せば、この峰ごと吹き飛ばしてても不思議じゃない。俺たちはただ、試されたに過ぎない。ガルスルグが振り返る。黄金の瞳が、3人を順に射抜いた。盟約は結ばれた。行け。若くたての継承者よ。汝の選ぶ道が地ではなく誇りで刻まれることを願う。己の心を欺くな。次に相まみえる時がは再び汝を測る。玉が雪を蹴り、翼が一閃、空が裂けた。高音とともに吹雪が襲い、樹海が白く染まる。ユーマは腕で顔を覆い、嵐が過ぎるのを待った。やがて静寂。見上げれば、どこまでも澄んだ青い空。そこに残るのは、虹を帯びた氷のくせくと、村の上空で脈動する淡い霊竜だけ。山に響いていた竜の鼓動も、今は雪の静けさに溶けていた。セレスがそっと微笑み、ささやく盟約の証。村はもう、竜の守護に包まれたのね。ユーマは盾を見つめた。指先に伝わる冷たさが、今はどこか心地よかった。これは、俺の責任だ。ガルスルグがくれたこの時間、絶対に無駄にはできない。磨かなっちゃな。俺自身を、風が峰を抜け、虹の残光を淡く揺らした。ユーマは遥か彼方へ飛び去る竜の影を追った。火を背にして遠ざかるその姿は、脅威ではなく、悠久を生き、ただ山と音の境界に立つ守護者のようだった。村へ戻る道は、雪解けの小川がキラキラと顔を出し、谷間に差す陽光が眩しかった。体の奥に、まだ戦いの熱が残っている。ユーマは盾を肩に担ぎ、遠くに見える村を眺めた。風に乗って、どこか懐かしい炊き出しの匂いが漂ってくる。いいなが隣を歩きながら、探検を指で回した。嘘みたいにあの竜が、村を守ってくれるなんて。ユーマは小さく笑った。俺もまだ信じられないよ。でも、盟約は確かに結んだ。これで、村はもう大丈夫だろう。一個後ろを歩くセレスは、杖を肩に乗せ、珍しく鼻歌をしずさんでいた。いつも冷静沈着な彼女が、今日は明らかに上機嫌だ。整理すると、今日の魔力消費は概算で100。大樹帝達成果は、その10倍どころじゃないわ。さらに竜との盟約は完全に計算倍の特大ボーナス。つまり私たちは、900以上の黒字というわけ。イーナは振り返り、盛大に吹き出した。戦いの収支報告なんて初めて聞いたにゃ。セレスはにやりと笑って肩をすくめる。数字で考えるとお得感が出るでしょう。ユーマも思わず笑い、3人分の足音が雪解けの道に軽やかに響いた。命を懸けた戦
スはゆっくりと首を振った。その仕草はどこか決意に満ちていた。行くわよ。裏には皇族の魔術師たちがいるし、竜がいるんだからもう安全。それに一瞬だけ照れたように視線をそらし、すぐにまっすぐユーマを見据えた。この目でその盾がどんな未来を紡ぐのか確かめたいの。学者としても魔女としてもね。そしてイーナが横から飛びついて叫ぶ。ねえセレス、それって一緒に来てくれるってことでしょう。セレスは顔を赤くしながらもわざとらしく咳払い、論理的に考えて、あなたたち二人だけじゃ方程式が暴走するでしょ。判定のためには私が必要ってだけよ。イーナがやったと跳ねる。ユーマも自然と頬が緩んだ。セレスは苦笑を深めつつどこか楽しそうに言った。まあ感情の変数は計算に入らないから仕方ないわね。氷の峰を振り返る。月光に照らされた稜線の向こうで淡い青の光が静かに揺れていた。雲の隙間を一瞬だけ巨大な翼の影が横切った。ユーマは胸を熱くしながらつぶやく。全部見透かしてるみたいだな。でも俺たちは俺たちの道を行く。セレスがうなずく。私たちは私たちの答えを探す。道は一つじゃない。世界はそれだけ複雑なんだからね。え次はどこ行くにゃ。イーナが空を見上げ指先で星座をなぞる。ユーマが答えた。南の平原を越えた作交易都市だ。いろんな旅人が集まって情報も溢れてるらしい。イーナがにやりと笑う。よし決まりにゃ。絶対面白いこと待ってるにゃ。セレスが小さく笑った。無限の変数がある旅ってそういうものでしょ。谷を渡る風が三人の方を撫でていく。遠くの峰で竜の気配が静かに脈打っていた。守護であり同時に次の試練を告げる鐘の音のように、ユーマは深く息を吸い胸の奥で誓った。必ず答えてみせる。雪面に刻まれる三人の足跡はまるで次の物語の序章を刻むリズムのように軽やかに続いていく。裏の日が見えたのは山の裾を下りきってからだった。ほのかな日が雪を黄金色に染め、誰かの呼ぶ声が風に乗って届く。ユーマさん、イーナさん、セレスだ。駆け寄ってきた青年が両手を広げた。すぐに村人たちが集まり、誰かが嬉しそうに鐘を鳴らす。澄んだ音が冬空を渡り、凍えた心をほぐしていく。村長の家に通されると炉の炎が赤く揺れていた。ユーマはつららの盾を卓上に置き、短く敬意を語る。雪山の竜、氷鱗オーバルスルグが村を守る盟約を結んでくれました。これで村はもう安全です。老村長は深く頭をしだれ、感謝の言葉を繰り返した。代々の願いがついに叶いました。あなた方は村の恩人です。夜が深まる頃、集会所は大宴会に変わった。鹿肉のシチュー、焼くたての麦パン、山ぶどうの甘酒、湯気と笑い声が天井まで立ち上る。これが祝宴ってやつにゃ。イーナが両手で器を抱えて目を輝かせる。栄養学的には3倍までが適量。4杯目は完全に過剰摂用。セレスがさじをくるくる回しながら突っ込む。うるさいにゃ。おかわり、理論より胃袋が優先される恒例ね。ユーマは炉端に腰掛け、久しぶりのぬくもりに身を委ねた。壁にかけられたつららの盾が日の光を受けて静かに輝いている。宴も
しないわ。夜更け。外に出ると月光が雪面を照らしている。ユーマは夜空を見上げ深呼吸した。次は南の交易都市だな。統計的にも最適解ね。情報と補給を一気に済ませられる。セレスが隣でうな